どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は視聴者さんからのリクエストも多かった成城石井のおすすめ商品を紹介してみようと思います。僕も成城石井は大好きでよく買い物に行くので、僕のおすすめ何度もリピート購入している商品と、あとね今回買い出しに行った際に気になったものっていうのもねまとめて紹介してみようと思います。僕毎回カルディとか無印良品とかこういうね食品系の購入動画っていうのをね撮ろうと思って買い出しに行くとついついね買いすぎてしまうんですけども、今回も結構買いすぎちゃいました。なのでねまたちょっと長めの動画になるかもしれないですがお付き合いください。よろしくお願いします。では早速行ってみましょう。まずはお菓子とかおつまみから行ってみましょう。僕がリピート購入している成城石井のお菓子、一つ目はこちら、菊水堂のポテトチップですね。出来たてポテトチップです。これ出来たてって書いてある通り、もう工場から直接お届けしますということで、製造日から最短でお店に並ぶというね、そういうものになってます。これ素朴な味で好きで何度もねリピート購入しています。これ原材料名を見ても分かる通りこんな感じで、じゃがいもと植物油脂と食塩、これだけなんですよね。なのでもうシンプルな塩味のポテトチップってなってます。はい、せっかくなんでねちょっと食べてみましょうか。こんな感じでね、一枚一枚結構大きめですね。割とかなり薄いんですけど、これね芋感ありますよね。ほんとね優しい食塩の味っていう感じです。揚げたてだからサクサクだし、結構ね軽いのでなんかね止まんなくなるんですよね。美味しい。こんな感じの菊水堂のポテトチップ、これね結構定番商品だと思うんですけど、僕もねこれ大好きで何度もリピート購入しています。まず僕がリピート購入しているお菓子、一つ目はこちらの菊水堂のポテトチップでした。はい、僕がリピート購入しているお菓子二つ目はこちらです。手巻き納豆です。これも隠れた人気なんですかね。手巻き納豆はね、納豆なので好き嫌いあるかもしれませんが、僕はねこれが大好きで何度もリピート購入しています。こういう風にね舗装になっていて、もうこれ開けちゃってますけども、一つ一つはねこんな感じになってます。これもねちょっと一ついただいてみますけど、こういった形でほんとちっちゃい手巻き納豆ですね。ご飯こそ入っていないですけど、お寿司屋さんの手巻き納豆、そんな感じです。納豆はこういう風にちょっとねドライになってるんですけども、口に入れるともうねすぐ納豆になります。ほんと口に入れた瞬間手巻き納豆そのものです。原材料を見ると醤油とかねネギとかもちゃんと入ってるので、しっかり味もついていて海苔の風味と相まってめちゃめちゃ美味しいんですよ。結構ね1袋1500円ぐらいとかでね結構高いんですけども、なんかねこれリピート購入しちゃうんですよね。あと納豆だから食べても罪悪感がないみたいな、なんとなく納豆って健康に良さそうな気がしちゃって、海苔と納豆だからいくら食べてもいいんじゃないかっていうね、なんかそんな錯覚に陥りながらよくねこれ購入してしまいます。でもねほんと美味しいんで、まだね納豆がお好きでまだ試したことない方、ぜひねこれ食べてみてほしいです。めちゃめちゃ美味しいです。はい、僕が成城石井でリピート購入しているお菓子2つ目はこちらの手巻き納豆でした。で、僕がリピート購入しているお菓子3つ目はこちらです。これも割と定番ですね。アーモンド小魚です。これも美味しいんですよ。こちらもねアーモンドと小魚なので、もうカルシウムとかね栄養をしっかり取れるっていう気がしてね、これも止まらなくなります。ちょっと食べてみましょう。中はこんな感じになっていて、魚とアーモンドが入っています。で、お魚はこちらのねカタクチイワシというお魚なんですけども、これがね入ってます。結構大きめですよね。こうねちょっとゴマとかもくっついてるの見られると思うんですけど、こんな感じになっていて、あとはアーモンドが入っています。あとねこちらいただいてみます。この歯触りもいいし、あとねほんのり甘みがあるのがねとても美味しいですね。でね、あとはアーモンド。これね結構柿ピーとかもそうなんですけど、しょっぱいね柿よりもナッツが結構多めに入ってると嬉しいタイプなんですけども、これもイワシとねアーモンドが結構いいバランスで入っていて、アーモンドもね多めなので、これも食べ始めたら止まらなくなるんで、もう蓋をしますけども、これも僕ね結構何度もリピート購入してますね。アーモンド小魚めちゃめちゃ美味しいんで、これまだ試したことない方ぜひ食べてみてほしいです。で、あと同じシリーズでこちらですね。こちらも僕結構好きで何度もリピート購入しています。お魚スナックコレクションのパリパリわかめです。これもすごい美味しいんですよ。
開けてみますけども、さっきのアーモンド小魚もこちらも成城石井ブランドです。こんな感じかな。これわかめにごまがこう振ってある感じですね。はい、いただいてみます。美味しい。これもごまの風味とほのかな甘みがね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。あとね、もうわかめだからカロリーゼロというね、錯覚陥りますよね。これもついつい食べ過ぎてしまいます。一回こう蓋を開けてしまうともう危険なので、もう自制するためにね、ちょっと食べたらすぐ蓋をするっていう風にしないともう止まらなくなります。それぐらい美味しいです。ずっと持っちゃってますけど、こちらのこのね塊、普通はこう薄いのにこういう風にね何層か重なってしまったこういうやつ、ちょっとね当たりっていう感じですよね。こういう風な塊詰め合わせもね欲しいぐらいですね。ちょっといただきます。美味しい。これやっぱ美味しいな。個人的にはさっきのこのアーモンド小魚よりこちらのパリパリわかめの方が好きです。でもね、人気なのはアーモンド小魚の方なのかな。個人的にこのパリパリわかめめちゃめちゃ推してます。はい、見つけたらね、ぜひ食べていただきたいです。はい、続いてはお菓子というよりね、おつまみですね。こちら、味付け卵です。国産のうずらの卵を使用し、カツオと黒糖の旨味が効いた醤油だれでじっくり煮込み味付けしました。この文字を読んでね、美味しくないわけがないというね。で、成城石井にはいくつか味付け卵の商品っていうのがね、売ってるんですけども、個人的にはこの味付け卵が一番好きです。ミラクの里っていうのかな。ここですね。このブランドの味付け卵。これがね、一番好きです。ちょっとね、開けてみますね、これも。で、これもこう個装になってるので、一つずついただけます。結構ね、汁気があるので、開けるときね、飛ばないように注意です。ちょっと一個食べてみます。美味しい。ほんとこれ美味しいですね。カツオの風味が結構強くて、このカツオと、あとね、黒糖のほのかな甘みと、あとね、しっかり染み込んだ醤油。もうこれだけでご飯いけるんじゃないかってぐらいね、結構しっかりした味がついてます。めちゃめちゃ美味しいです。いや、これ卵なんでね、もう食べ過ぎ注意なんですけども、このね、個装とはいえね、一個ずつが割と食べやすいんで、もう一個食べていいですか？これめちゃめちゃうまいんですよ。止まんなくなるんですよね。なのでちょっと本当は食べ過ぎ注意なんですけど、もうそれぐらい美味しいです。あと今ね、白い服着てるんで絶対飛ばしたくないっていう。美味しい。本当他の種類ね、僕全部は試してないですけど、本当このね、味付け卵、このミラクの里ってとこですかね。こちらの味付け卵、本当僕かなりリピート購入してるんで、めちゃめちゃ好きです。これもね、見つけたらぜひ食べてみていただきたいなと思います。はい、続いてはこれですね。ロステのスナックサラミです。これプレーンも結構人気なんですけども、僕が好きなのはこのくるみ入りのやつですね。ここにくるみって書いてますね。僕はこっちの方が好きです。ちょっとこれも開けて食べてみたいと思います。はい、こんな感じです。半分に切って中も見ていただきましょうか。ちなみにこれはこの前のね、テントの道具で紹介したチョッププレートっていうね、まな板にもなるお皿です。はい、切ってみましたけど、こんな感じです。まあ普通にサラミですね、見た感じは。いただきます。結構ほんとこれもね、味がすごい染み込んでいて、適度な塩気と香草のね、香りがね、めちゃめちゃ美味しいですね。あとニンニクとかも多少含まれてるので、少しね、口の中が香りもいい感じになります。くるみはね、そんな大量に入ってるってわけじゃないんですけど、ちょっとこれだと見えないかな。少し入ってるんですけど、そのね、たまに歯に当たるね、そのくるみの食感がね、またいいんですよ。で、さっき言った通り、これ、くるみが入っていないプレーンもあるんですけど、個人的にはこのね、くるみっていうのがね、好きです。まあ、それ好みなんじゃないかなと思います。こちらもおつまみですね。僕がリピート購入している、成城石井でよく購入するおつまみです。ロステのスナックサラミ、くるみです。あとですね、今回、買い出しに行って気になって購入したのがね、こちらですね。これは僕初めて買います。一種のトリュフ香るミックスナッツです。トリュフの香りをつけたお菓子っていろいろあると思うんですけど、僕もともとこのミックスナッツがすごい好きなので、これにね、トリュフの香りが香るということで、もうこれはね、買わずにはいられなかったですね。これもめちゃめちゃ気になるので、これはね、初めて購入しますけど、今から食べてみたいと思います。トリュフの香りを嗅いでみます。これ
大丈夫かな。めちゃめちゃいい香りする。これダメですね。嗅ぎすぎたら飛びます冗談ですけど、めちゃめちゃいい香りします。では一ついただいてみたいと思います。これもくるみですね。口に含んだ瞬間にトリュフの香りが広がりますね。これ美味しいな。これ塩味もそこまで強くないですね。アーモンド、何が入ってるんだろう。アーモンドとくるみとピスタチオとマカダミアナッツが入ってますね。ほんといい香り。ちゃんとトリュフの香りますね。これ美味しい。これ購入して正解でしたね。2種のトリュフ香るミックスナッツ。これもね結構おすすめだと思います。これまたリピート購入すると思います。めちゃめちゃ美味しいです。はい、お菓子おつまみ系はこんな感じですかね。続いて食事系いきたいと思います。これはね今回紹介する食事系は全部ね食べたことがあるもので、僕がリピート購入している商品です。まず一つ目、こちら。これも割と定番ですね。スモークサーモンスライスです。これも結構定番アイテムなんじゃないでしょうか。本当にねこの脂が乗っていてとてもジューシーなサーモン。僕スモークサーモンね IKEA とかいろんなとこでも買うんですけども、成城石井のこのサーモンとてもね個人的にはかなり好きなタイプですね。これをねもうバゲットの上に乗せてアボカドとか一緒に乗せてね、それでイタリアンハーブとか散らしてオリーブオイルをかけていただいたりしたらね、もうそれだけで至福です。朝食とかでね一品足したいとかいう時にもねかなり使いやすいですね。はい、こちら成城石井のスモークサーモンスライス、こちらもかなりおすすめです。で続いてはこちらですね。はい、こちらも僕何度も買ってますね。プロシュートクルードスライスです。生ハムですね。こちらはね塩味は割としっかりめで、割とね濃い味っつったら濃い味ですね。プロシュートなんで生ハムなんで結構ねしっかり塩味がついています。なのでこれ単体で食べると結構ね味濃いかなという感じもするので、サラダに乗せてオリーブオイルかけて食べたりとか、あとね僕はこれツイッターで見つけた食べ方なんですけど、少しね細かめにこれを切りまして、そこにおろしニンニクとおろし生姜とごま油と豆板醤少々で和えて、そこに卵の黄身を落としてこれをユッケにして食べます。これやったことない人ぜひやっていただきたいんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。そのままご飯に乗せてユッケ丼にして食べても美味しいし、もちろんさっき言った通りこれ生ハムとして食べるのが一番美味しいとは思います。これもね美味しいんで何度も購入してますね。プロシュートクルードスライスです。で食事系だとあとこれですね。ハンバーグステーキです。こちらがプレーンでこちらが和風ですね。このハンバーグステーキも結構人気で、もうレンジで温めるだけでジューシーなハンバーグになります。プレーンの方はソースがデミグラスソースですね。デミグラスソースがついていて、でこの和風の方はおなじみの和風おろしソース、これがねついています。やっぱりこのねプレーンの方が人気で、僕もねこれはこれで大好きなんですけど、個人的にどちらが好きかと言われるとこちらの和風の方が好きですね。でここにね刻んだしそなんかを添えていただくとねめちゃめちゃ美味しいですよね。これもね実際温めてみると本当ねジューシーで美味しいハンバーグになるのでおすすめです。はい、続いてはこちら。これもね結構おすすめでよく出てきますよね。濃厚クワトロフォルマッジです。これは大人気のパスタソースですね。成城石井デシカというブランドのものになっていて、ここにねゴルゴンゾーラ香ると書いてますけど、クワトロフォルマッジということで4種類のチーズですね。こちらはねゴルゴンゾーラ入りのチーズパウダーと24ヶ月熟成したパルミジャーノレッジャーノ、あとはマスカルポーネとペコリーノロマーノ、ペコリーノロマーノってあんまり聞きなじみないなを贅沢に使用して、チーズと生クリームのコクを生かした濃厚チーズソースですということで、ここを読み上げながらちょっとねよだれが出てきてしまいそうな感じなんですけども、汚くてごめんなさい。はい、そんなねめちゃめちゃ美味しいゴルゴンゾーラが香る濃厚クワトロフォルマッジ、これもね僕何度もリピート購入していますね。僕は割とこれを太めのパスタ、リングイーネとかああいうね太めのパスタを使うことが多いんですけど、それにね絡めると本当にね口の中にチーズの香りが広がってめちゃめちゃ美味しいです。かなり濃厚なので、もうチーズをねたっぷり堪能したい方にはねぜひねこれ食べてみてほしいです。僕がリピート購入しているパスタソース、こちらはね濃厚クワトロフォルマッジです。あとは調味料系いってみましょうか。調味料はこちらですね。何でもいけるごまドレッシング、これもねめちゃめちゃ有名ですよね。結構成城石井の中でおすすめにあげる方も多いと思うんですけど、何でもいけるごまドレッシング、これ本当に何でもいけるなと思います。サラダ、豆腐、バンバンジー、うどん、アイス、本当ね何でもいけます。
アイスは実はね、これまだ試したことないんですけど、ネットでね、意外と合いますよという風に書いてあったので、これね、ちょっと今試してみたいと思います。はい。今ね、これレディーボーデンの普通のバニラアイスですね。これを持ってきましたけども、こちらにね、何でもいけるごまドレッシング、こちらをかけていただいてみたいと思います。さあ、果たしてどんな味になるのか。あんまりかけすぎるのも怖いですよね。いきまーす。言うてかけすぎたかな。はい。食べてみます。何でもいけるごまドレッシング、サラダ、豆腐、バンバンジー、うどんなどに合います。ちょっと微妙でしたね。実はバニラアイスってごま油をちょっとかけるとナッツ系のねアイスみたいになって美味しいっていうのは僕知ってたんですけど、これはね少しねしょっぱさが入ってしまうんで、その点はねちょっと合わないですね。ちょっとこのしょっぱさだけが余計かなって感じですね。それなければ確かに美味しいかもしれないです。アイスに何かかけるんだったらごま油の方が僕は好きですね。はい、そういったわけでアイス以外だったら何でもいけるごまドレッシング、はい、こちらもね僕結構何度もリピート購入してるのでおすすめです。はい、食事系続いてはこちらです。これも大人気おなじみですね。発酵バターのクロワッサンです。これもね、超定番ですね、本当に。僕もね、よく買ってます。焼きたてクロワッサンとかがもちろん美味しいとは思うんですけど、成城石井のクロワッサンは、もう焼いてすぐってわけではないと思うんですけど、それでもね、かなり風味があって美味しいと思います。僕は好きです。はい、ツヤツヤして、見た目から美味しさがにじみ出てますよね。で、ほんとバターのいい香り、すごいしっかりしたバターの香りがします。ちょっとね、半分に切ってみますね。パン切り包丁じゃないんでうまく切れないけど、でもパン切り包丁じゃないから少し潰してしまったんですけど、それでもすぐにこういう風にふわっと膨れ上がりますね。中はこんな感じになっていて、いい感じに気泡も入っていて、ちょっとしっとりめですね。皮もしっとりめ、サクサクのクロワッサンというよりもしっとりめのクロワッサンって感じですね。半分いただいてみたいと思います。美味しい。やっぱりね、何度食べても美味しいですね。ほんとね、バターの香りがすごい強いんですよ。これに関してはジャムとかね、何もつけないでこのままいただいて結構美味しいと思います。これと紅茶とか一緒にいただきたい感じしますね。焼きたての表面がサクサクなのが好きな方っていうのもいると思うんですけど、結構ねこれしっとり系のクロワッサンも僕もね割とこういうのも好きなので、どっちも好きですけどね、こういうのも割と好きなので、しっとり系のクロワッサンが好きな方はねよりこちらおすすめですね。めちゃめちゃ美味しいです。はい、こちら発酵バターのクロワッサン、これもおすすめです。で、発酵バターのクロワッサン、これ3つ入ってますけど、これだけだとつまらないという方は、なんかね、いろんな種類のクロワッサンとか他のパンとかが入ったアソートみたいなのもあったりするので、そちらもおすすめです。で、食事系続いてはこちらですね。ホットビスケットです。これもね、食べたくなってね、結構買っちゃいますね。ちょっと開けてみます。こちらはこういった形になっていて、結構ねぎっしりしたビスケットですね。これをレンジで20秒ぐらい温めてメープルシロップをかけたらね、もう完全にケンタッキーフライドチキンのあれです。せっかくなんでね、こちら温めてメープルシロップかけて食べてみたいと思います。はい、温めてまいりました。ちょっとねこちらをいただいてみたいと思います。こちらも半分に切ろうかな。あったかい。はい、中はこんな感じになってます。割とねぎっしりですよね、こちらもね。で、こちらにこのねメープルシロップ、これをねかけて食べてみたいと思います。かけすぎたな。悪くないだろう。はい、いただきます。美味しい。このビスケットがすごいね素朴な味で、そこにねこのメープルシロップがね相まってね、めちゃめちゃ美味しいですね。本当ケンタッキーのビスケットにかなり近いです。でもケンタッキーのビスケットよりもう少ししっとりしていて、あそこまでパサッとした感じではないですね。少しだけしっとりしています。割と口の中の水分は持ってかれるので、マラソンの後とかに食べたら危険なのでね、注意してください。
はい、食事系最後はこちらでした。ホットビスケットです。こちらも朝食に一つとかね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。おすすめです。はい、ちょっとね、さすがに喉が渇いてきたので、おすすめの僕が何度もリピート購入しているドリンクを紹介します。こちらです。成城石井の生姜10倍エクストラスパイシージンジャーエールです。これも成城石井の中だと人気商品ですね。見てください、裏側。これ全部おろした生姜がね、こういう風に沈殿するぐらいにたっぷり生姜が入っています。微炭酸なので振ってはいけないんですけど、生姜を少しだけおろしたいのでちょっと逆さまにしてみたりしますけど、じゃあコップに入れて飲んでみたいと思います。ストローが細いやつがなくなっちゃっていたんで、このタピオカ用のストローになっちゃいますけど、これで飲んでみます。で、微炭酸なのでかなりね、シュワシュワは優しいですね。入っています。もう注いでる間に生姜の香りがかなり香ってきますね。コップに注ぐとそんなに生姜は目立たないっちゃ目立たないかな。はい、いただきます。生姜。美味しい。これ僕ね、やっぱ好きですね。僕カフェとかでもメニューに自家製ジンジャーエールって書いてあるとついね、頼んでしまいがちなんですけども、カフェとかで出している自家製ジンジャーエールに味はね、結構近いです。本当におろした生姜の風味、実際にね、おろした生姜がたっぷり入ってるので、そのね、風味がとても感じられて、ウィルキンソンとか、ああいう辛口のジンジャーエールとはまたちょっと違ったリアルな生姜の風味っていうのをね、感じられますね。さっぱりして美味しいです。生姜10倍って書いてあるだけありますので、生姜の風味かなり強いので、生姜がね、苦手な方はね、もう無理だと思いますけども、生姜がね、お好きな方、ジンジャーエールでも結構ね、辛口のジンジャーエールが好きな方はね、これめちゃめちゃおすすめです。僕が今まで飲んできたジンジャーエールの中で、トップクラスに入るぐらい好きなジンジャーエール、こちらです。はい、成城石井の生姜10倍エクストラスパイシージンジャーエールでした。はい、最後にデザートとスイーツいってみましょう。まずこちらです。これも超定番ですね。プレミアムチーズケーキです。これ成城石井のおすすめを聞かれたらね、みんなが口を揃えてこれをあげるんじゃないかってくらいにですね、成城石井の大人気超定番商品だと思います。プレミアムチーズケーキ。もうほんとね、成城石井はこれで持ってると言っても過言です。これほんと美味しいです。ちょっとね、こちらも実食してみたいと思います。はい、なんかこんな感じですね。いい感じに焼き上がっております。この四隅を広げるとこういう風に広げられますので、うわー、美味しそう。なんとなくこの焦げ目が多いところが美味しそうなので、こちらを中心に切ります。はい、よいしょ。はい、ワンピース切ってみました。こういったね、断面になってますね。ここにレーズンが見えますね。あとはこの辺の線みたいに見えてるやつ、これはね、多分アーモンドスライスだと思うんですけど、このね、アーモンドの食感とこのね、レーズンのアクセント、これがね、とても美味しいんですよ。ちょっといただいてみますね。いただきます。美味しい。濃厚でめちゃめちゃ美味しいです。このレーズンとね、アーモンド本当にいいアクセントになっていて、特にね、アーモンドの歯触りがとてもいいんですよね、これ。美味しい。これ食べてると本当ね、深入りのコーヒーとね、一緒にいただきたくなるんで、ちょっと深入りのコーヒー今入れてきます。はい、ホットコーヒーを入れてきました。深入り。美味しい。これがね、合うんですよ。プレミアムチーズケーキと深入りのブラック。この繰り返しで永遠食べて飲んでいられますね。めちゃめちゃ美味しい。食べ過ぎ注意なのでこの辺にしときましょうか。はい、そういったわけでこちらがですね、成城石井の一番人気と言ってもいいんじゃないでしょうかね。プレミアムチーズケーキです。はい、こちらもね、かなりおすすめです。あとですね、スイーツいくつか購入してます。まずこちらもね、僕結構リピート購入していますね。モーモーチャーチャーというものです。
結構ね聞きなじみがないようなスイーツだと思うんですけど、これはシンガポールとかマレーシアとかその辺ですっけ、その辺の、おやつだと思うんですよね。これねあんまり成城石井以外でこれを取り扱ってるのを見たことがないので、成城石井に行ったらねついこれを購入してしまいがちなんですが、さつまいもの甘煮とか、あとはこのお豆をね甘く煮たものとか、あとは白玉みたいなのが入ってますね。でこの白い部分はココナッツピューレですね。ココナッツピューレが入っている形になってます。優しい甘みのスイーツなんですけども、こちらもね結構好きで食べますね。結構おすすめです。はい、ちょっとね今日食べ過ぎなんで開けはしないですけども、僕はねリピート購入しているのはこちらのモーモーチャーチャーですね。あと購入するのは初めてなんですけど、気になるのが2つあったのでそれもね購入してきました。まず1つはこちら、ピスタチオプリンですね。カスタードソースがけと書いています。最近ね結構ピスタチオ系のスイーツよく見ると思うんですけど、ピスタチオプリンこれ絶対美味しいなと思って購入してみました。こちら気になるところではあるんですけど、ちょっとね今日は食べられないなと思うので、食べてねまた感想をどこかで述べたいなと思ってます。はい、ピスタチオプリンカスタードソースがけ、これと最後これですね。こちらは和菓子のお店の新きねさんの生フルーツあんみつですね。ご覧の通り生フルーツがいくつか入っていて、ピンクグレープフルーツとみかんとキウイかなが入っていて、白玉が入っていて、あとはねあんこも入って、で下にねこう寒天とみつ豆といった形になってます。これね僕洋風のスイーツも好きですけど、和菓子とかね、あと特にこういうあんみつ、みつ豆、こういったところもね僕大好きなので、カルディでもね店頭によく並んでいるみつ豆とか抹茶みつ豆とかね、ああいうのよく買うんですけども、こちらもね生フルーツというところにもね惹かれまして購入してみました。こちらもね今日は開けませんけれども、はい、気になるのでこちらも購入してみました。はい、今回購入した商品は以上ですかね。いや今日もね買いすぎましたし食べ過ぎました。こうね店頭で見つけて初めて購入したものもね食べてみたらね結構美味しかったです。はい、購入品をひたすら紹介する動画になりましたけども、もしね皆さんも成城石井に行った時の買い物の参考にしていただけたら嬉しいです。このチャンネルではこんな感じで購入品紹介なんかもよくやってますので、よろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。もしこの動画が参考になった、面白かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。何？